こんにちは、建築家の久米美咲です。突然ですが、一生使いたいと思える椅子を尋ねられたら、どんな椅子が思いつきますか？いろいろな椅子がありますが、私が一番に思いつくのは Y チェアです。世界で最も愛されている椅子の一つ、Y チェア。名作椅子の中でも、とりわけスタンダードとか普遍的という言葉が似合うなぁと思います。今回の暮らしの学校では、そんな Y チェアの心地よさの秘密について学んでいきたいと思います。第1回ではまず、そんな Y チェアのデザイナー、ハンス・J・ウェグナーについてご紹介します。それでは、スタートです。デザイナー、ハンス・J・ウェグナー。Y チェアをデザインしたのは、北欧デンマークを代表する家具デザイナー、ハンス・J・ウェグナー。1914年、第一次世界大戦開戦の年に生まれ、2007年に92歳で亡くなりました。これまで暮らしの学校で紹介してきた建築家やデザイナーの中では、私たちと時間的にとても近い存在ですね。ウェグナーは生涯に500着以上もの椅子をデザインし、そのうち100着以上が量産されたと言われています。そんなウェグナーがデザインした多くの椅子の中でも、最も多くの人に愛されてきた椅子が、この Y チェアです。Y チェアは1949年にデザインされ、1950年に販売が開始されます。それから実に75年、座面の高さなど、ごく小さなマイナーチェンジはあったものの、変わらないデザインで今も世界中で人気を博しています。ところで、日本国内では年間何着の Y チェアが販売されているか想像できるでしょうか？なんと毎年5000から6000着の Y チェアが販売されているそうですよ。一体今日本にどれだけの Y チェアがあるんでしょう？それだけ多くの人に愛されている椅子なんですね。家具職人としての出発点。さて、ウェグナーについての紹介に戻りましょう。ウェグナーは若き頃、家具職人を志していました。父親は靴職人。幼い頃から手を動かして物を作る姿を間近で見て育ちました。そんなものづくりをする父親から影響を受けたウェグナーは、14歳で家具工房へ弟子入りをします。そして18歳の時には家具職人として一人前の称号とされるマイスターの資格を取得しました。この頃のことをウェグナーはこう振り返っています。見習い校だった時、仕事を終わるのが残念で、翌日の朝が来て再び仕事を続けるのがとても待ち遠しかった。とにかく家具作りを愛した青年だったのですね。デザインという世界に出会う。家具工房での修行の後、1年間の兵役へ。その後、さらなる技術を磨くため、デンマークの首都コペンハーゲン美術工芸学校へ進学します。ここでウェグナーは、技術、つまりどう作るかだけではなく、デザイン、つまりどんな形が最適なのかを考え、学びを深めていきます。そして、卒業後就職したのが、デンマーク家具デザインの巨匠、アルネ・ヤコブセンの事務所でした。ヤコブセンはセブンチェアやスワンチェアなど数多くの名作家具を生み出したデザイナーです。ヤコブセンがデザインした椅子を一覧すると、とても現代的でミニマルな印象を受けます。伝統的な木工技術を体で覚えてきたウェグナーにとって、これまで触れてきた世界とはまた違う多くの新しいひらめきや価値観と出会う場所であったのではないでしょうか。構造から生まれるデザインとは、人の体とデザインの関係とは、そしてあらゆるデザインの本質とは。ヤコブセンの事務所で培った経験が、後のウェグナーを形作るための土台となっていきます。Y チェアが生まれるまで。その後、29歳で独立したウェグナーは、数々の展示会で入賞を重ね、順調に実績と評価を積み上げていきます。そんなウェグナーに声をかけたのが、現在の Y チェアの販売元、
カール・ハンセン&サン社でした。1949年、ウェグナーが35歳の時にデザインを依頼。その翌年、Y チェアが生まれることとなったのです。ちなみに Y チェアという名称は俗称であり、正式名称は CH24。これはカール・ハンセン&サン社にとって24番目の椅子という意味です。販売されてしばらく経った後、その背板の形状から Y チェアと呼ばれたり、また背板の形状が鳥の鎖骨、ウィッシュボーンに似ていることから、海外ではウィッシュボーンチェアとも呼ばれました。ちなみにアメリカやヨーロッパでは鳥の鎖骨、ウィッシュボーンは幸運の象徴として扱われていて、キーホルダーやネックレスのモチーフにも使われるそうですよ。ですが、実はウェグナーはあまりこれらの俗称で呼ばれることを好ましく思っていなかったそうです。椅子は意味を背負うものではなく座るためのものと考えていたのだとか。ウェグナーのこういった考え方が Y チェアがどんな空間にも馴染む名脇役たるゆえんなのかもしれません。Y チェアの名前が一般的になり CH24 と呼ばれることがほとんどない現状は彼にとっては不本意なのかもしれませんね。さっきから Y チェアを連呼している僕としては少し申し訳なく思いながらも、ウェグナーの人柄が垣間見える面白いエピソードだと思います。さて、今回の授業はここまで。いかがでしたか？ Y チェア、そしてウェグナーが少し身近な存在になったでしょうか？次回は実際に Y チェアの実物を観察しながら、なぜ長く愛されるのか、私が魅力的だと思う部分を紹介していきたいと思います。お楽しみに。